はい、今回の車の見学はトヨタのアルファードハイブリッド Z になります。なんとですね、納車したんですよ。私の家族がですけれども、今回じっくり見学してみました。それでは行きましょう。では早速ですね、トヨタのアルファードハイブリッド Z を見学していきたいと思います。皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車塩好きチャンネルです。私はこれまで国産輸入車100種類以上の車をですね、試乗しております。基本的にスポーツタイプの車が好きなんですけれども、やはりですね、ミニバンといったらアルファード、ベルファイアみたいな感じで、このトヨタのミニバンのラインナップ強いなと思いますよね。そんな中ですね、私の家族がこのアルファード、ハイブリッド Z 納車されたということで、実物見れるんだったらじっくり見たいということで撮影させていただきました。今回はそちらをじっくりご紹介したいと思います。もうですね、今見ていますけれども、やはり存在感すごいですよね。新型となってさらに洗練されたなと思います。前のタイプはですね、やっぱり非常に人気があると思ってるんですけれども、その存在感を維持しながらもちょっとですね、洗練された感じがあるなというふうに私は見ていますね。皆さんこの新型アルファードのデザインいかがですかね。コメントなどで感想を教えていただければ嬉しいです。そして今見学していますけれども、こちらですね、ハイブリッド Z のプラチナホワイトパールマイカと、おそらくアルファードを購入される多くの方がこの白もしくは黒を選ぶんじゃないかなと思うんですけれども、やはりアルファードに白似合いますよね。対してですね、ベルファイアについてはやはり黒を選ばれる方が多いようなイメージを聞きますね。もちろん白もかっこいいんですけれども、ということでやはりこのミニバンのアルファードといったら白ということでやっぱり似合ってますよね。そして内装見ていきますけれども、まず運転席開けていきましょう。ドアの内側このようになっていますね。ここらの質感もさすが上級ミニバンだというふうに思いますね。そして運転席はこのようになっております。なるほど、いいですね、ステアリングも。そしてモニター、やはり大きいですね。このモニターのデザインとかエアコンの温度調節のボタンなどはこれレクサスと共通ですね。今ちょうどですね、画面の左上に RX の内装を出してみました。ナビ画面のところら辺がかなりアルファードと似ていますよね。ここら辺の部品も共通化することで、トヨタ車でありながらレクサスの品質を逆輸入しているというのはさすがアルファードじゃないかなと思いますね。そして内装の全体感見ていきますとですね、やはり質感が高いなというふうに思いますね。もうこれはですね、これまでのトヨタの質感のレベルを超えているものだというふうに思います。このモニターもですね、フル液晶化されていますし、ステアリングの各パーツの質感、そしてナビですね、そしてシフトノブといったところが従来のものからかなりグレードアップされているので、もはやこれレクサスなんじゃないのっていうふうに思いますけれども、なんせこのアルファードハイブリッド Z はですね、車両価格657万円ですからね、乗り出しで言うと700万円超えてくるわけですから、価格帯ももはやレクサスじゃないかなって思っちゃいますよね。レクサスには LM がありますけれどもね。この革の質感もかなり手触りが良くてですね、いいなと思いました。何より座り心地がいいですよね。そして座り心地といったら後部座席というのがアルファードの目玉の一つですよね。ちょっと後部座席チェックしていきたいと思います。どうですか、この後部座席でこれですよ。これエグゼクティブラウンジの椅子ではないんですけれども、ハイブリッド Z でこの椅子ついてますからね、すごいですよね。皆様オプションどのように選ばれるかなというのを考えてらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらの家族の車にはですね、天井に左右独立型ムーンルーフもついていますので、それはですね、すごく良かったですね。この後試乗もしたんですけれども、後部座席の乗り心地めっちゃ良かったですね。そしてこの上についているのが左右独立型のムーンルーフですね。いや、これいいですね。かっこいいし、開放感も出せるし、かなりいい装備だなというふうに思います。オプションで使えるならぜひ選びたいですね。
そして後部座席に入ってきましたが、ここら辺の質感というか座り心地はちょっと輸入車には出せない領域じゃないかなと思います。日本のミニバンを選ぶ価値がここにあるかなというのは私も感じますね。ちょっとムーンルーフを開けてみましょうか。このように横にスライドするんですね。幅はですね、さすがに狭いんですけれども、前から後ろに長く開いているので開放感は十分にあるかなと思います。結構スッと早めに閉じるので開閉もストレスないかなというふうに感じますね。そしてブラインドも自動で上げ下げできるということで、サンシェードですね。こちら上げたり下げたりというのもこの上のボタンでできるようです。ここら辺ですね、手動でもいいような気がしますけれども、あると嬉しいですよね。高級車ですからね、もはや。やっぱここら辺はミニバンというジャンルの中で存在感ありますよね。ちょっと3列目も見ていきたいと思います。このですね、ミニバンの分類っていうのはいろいろあると思うんですけれども、結構小さいものもありますよね。最近で言うとやっぱりシエンタとかホンダのフリードなんていうのもミニバンと呼ばれてますけれども、アルファードのクラスになると3列目もきちんと居住性があるんだというのが今回座ってみて分かりました。私がですね、身長170センチですけれども、座ってみた時にこのぐらいの余裕感があるんですよね。ここら辺は3列目も実用性があるというふうに感じられますね。そしてオートドアですね。トランクもこれ開けるボタン面白いですね。この横についているということで、開けながらここの横で止めたり、そして閉じ切ったりというのができるようになっています。ここら辺は以前見学したボクシーなんかも同じ機能が搭載されているようでしたね。ステアリングからモニター関係ちょっとアップしてみたいと思いますが、結構私の記憶の中では NX とか RX が最近見学したので印象に残ってるんですけど、同じトヨタのメーカーでくくるとですね、それはそうかもしれないんですが、かなりもうレクサスと思っていいんじゃないかなというのが私の感想ですね。先ほどお伝えした通りレクサスのミニバンは LM があるんですけれども、このアルファードで十分じゃないのっていうのがちょっと思っちゃいますね。ちょっと怒られちゃうかもしれないんですけど、なんせですね、このシフトノブの形状であったり操作感っていうのも新型の NX、RX と同じですよ。こちら使っているものは。なのでほぼ差がないんじゃないかなというふうに感じちゃいますね。装備面とか同じだと思うんですけど、部品の質感っていうのは最終的に異なってくるとしてもですよ、もうレクサスなんじゃないのっていうのが今回の私のまとめの感想かなと思います。やっぱりこれ言っちゃうと怒られちゃうかもしれないので、こんなこと言うなというのコメントあったらいただければ申し訳ありません。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。最後にですね、ウインカー流れているところ確認してますが、このようにシーケンシャルウインカータイプですね。いやー、アルファード見応えありましたね。この後試乗も行ってきましたが、先にお伝えしておきますと、めちゃくちゃ乗り心地いいですね。やはり選ぶ価値あるなという車ですね。次回試乗編をお伝えしたいと思いますので、よろしければチャンネル登録してお待ちください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。皆さんも良いカーライフを。